今よりも一歩幸せに、どうも釣りって学べるです。突然ですが、あなたは港に釣りに行って猫に魚をねだられた経験がありますか？おそらく多くの方が経験されているのではないかと思います。そして必ずこの疑問が浮かぶはずです。猫に釣った魚をあげてもいいのか？さらに、あげるつもりはなくても猫に釣った魚を取られた経験がある方も多いでしょう。どうすれば猫に魚を取られないのか？そもそもなんで港には猫が多いのか？今回の動画を見れば、これらの疑問が解消され、釣り場の猫への正しい対応方法がわかります。可愛いからといって猫に魚をあげる行為は近隣住民に迷惑をかけているかもしれませんし、そもそも法律に違反しているかもしれないので、一緒に動画を見て勉強していきましょう。ということで、本日の結論です。猫は別に魚が大好物なわけではない。猫への餌やりは禁止されているわけではない。魚はクーラーボックスにしまう。今回の動画では猫への対応を周囲に強要させるものではなく、あなたが正しい知識を持ってあなた自身がどう対応するかが大事であることをお伝えするものであることをご理解ください。そこで本日の目次です。猫の生態。猫に釣った魚をあげることの問題点。猫に魚を取られない方法。そして動画の最後には特典パートとして今最も人気の高い猫をご紹介いたしますので楽しみにしていてください。それでは猫の生態から勉強していきましょう。猫は食肉目ネコ科猫属に分類される動物です。猫の祖先は中東の砂漠地帯に生息しているリビアヤマネコと言われています。そして水が少ない砂漠地帯で生活していた名残で、わずかな水量でも生きられる体の仕組みを持っています。猫は日中に活動すると思われがちですが、本来は日中に休み、明け方と夕方に活動する白面白母性の動物です。これは猫が餌としていたネズミなどの月種目の活動時間と同じで、効率よく狩りをするための知恵であると言えます。つまり、猫を港でよく見かける理由は、食料や船具、漁具を噛んでしまうネズミを駆除するために、漁師に飼育されるようになったことがきっかけです。さらに、猫は好天を遠ざけるというジンクスがあったので、船乗りにも漁師にも好まれていました。しかしながら、猫イコール魚好きのイメージを持っているのは日本人だけです。先ほど説明したように、猫は本来バリバリの肉食ですが、生後3ヶ月から4ヶ月の時期に食べていたもので、食べ物の好みが決まるそうです。日本で猫が飼育されるようになったのは、江戸時代の頃からと言われています。日本は魚食文化で、猫も小さい頃から魚を食べていたので、魚が好物となり、猫イコール魚好きのイメージが根付いたものと思われます。そして某国民的アニメの影響でそのイメージは決定的なものとなりました。若い方はシンクロムービーの方が馴染みがあるかもしれませんが、あれはあれでめちゃくちゃ面白いというか、すごいですよね。続いては猫に釣った魚をあげることの問題点について解説していきます。結論から言うと違法ではありません。皆さんも動物愛護法という法律を聞いたことがあると思いますが、その法律の中で飼い主のいない猫に餌を与えてはいけないという文言はありません。つまり、野良猫に餌を与えても違法ではありません。じゃあ、なんで猫の餌やりが問題になっているのでしょうか？それは法律とは別の条例で規制されている場合がほとんどだからです。条例とは県や市が独自に作った法令で、法律とは別に規制を設けることができます。ここでいくつか例をご紹介いたします。例えば、長崎市では、餌をあげる猫は去勢手術を受けさせる。自宅の敷地もしくは正当な権限で管理している土地で決まった時間に餌をあげる。糞尿をきれいに掃除する。食べ残しを掃除する。許可証を表示する。と細かく規制されています。ここまで来ると、もはや飼い猫ですよね。ちなみに、
これだけ細かく規制されていながらも、長崎市ではこれを守らなかったとしても罰則はありません。しかし、罰則を設けている自治体も存在します。それは和歌山県です。和歌山県では長崎ほど細かく規制されてはいないにしても、ほぼ同じような規制をしています。そして和歌山県ではこれらのルールを守らなかった場合、ルールを守るように勧告できるとあります。さらに、その勧告にも従わなかった場合、5万円以下の過料が課せられることになるのです。つまり、野良猫への餌やりは違法ではありませんが、県や市ごとに条例で細かく規制され、場所によってはお金を徴収される恐れがあるということです。そして、違法云々よりも、猫は青魚を食べ過ぎることによって、不飽和脂肪酸の過剰摂取により、黄色脂肪症という病気になってしまう恐れがあります。目の前の猫が魚を食べ過ぎているかどうかは、たまにしか行かない釣り人にはわかりません。この動画を見ている皆さんは、言われなき抗議を受けないためにも、猫の健康のためにも、野良猫は地元の人にお願いして、釣った魚をあげないようにしましょう。しかしながら、バケツに入れていた魚をいつの間にか取られた経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。さらに釣り場の猫はストリンガーで生かしている魚でさえも手繰り寄せれば食べられることを学習しています。スカリですら手繰り寄せて網を噛み切って魚を食べてしまうこともあるそうです。でも猫が好きなあなたは追い払うなんてことはできませんよね。そうなった場合、しっかりと蓋が閉まるクーラーボックスにしまうことが一番の対策になるというわけです。我々釣り人は猫が先ほど説明した病気にならないためにもしっかりと対策をしてあげましょう。今回のまとめです。猫はその昔、船具や漁具をネズミから守るために漁師に飼育されてきました。しかし港では魚をいつでももらうことができたので、いつしか魚が好物となり、そこに釣りに来る人に魚をねだるようになりました。そして猫に釣れた魚をあげる行為は違法ではありませんが、条例により細かく規制されており、実質禁止されているようなものです。釣りマナとしては、法律以前に猫が青魚を食べ過ぎると病気になる点を鑑みて、釣った魚をあげることを控えていただけたら嬉しいです。それでは特典パートです。今回は一番人気の猫をご紹介いたします。ちなみにランキングは数多く存在していますが、ここでは2024年1月6日現在の価格 .com さんのランキングを引用させていただきます。さて、最新と言っていいランキングで堂々1位に輝いた猫は、ラグドールです。ラグドールとはぬいぐるみという意味で、人に抱っこされると喜んでリラックスします。ラグドールは名前の通りおとなしい猫で、少々機敏さに欠け、鈍感なところがあると言われています。解説しているだけで可愛いですよね。最近なんか疲れてるなぁなんて人は、ラグドールの動画で癒されてみるのもいいのではないでしょうか。ぜひ皆さんもランキングに関係なくおすすめの可愛い猫をコメント欄で教えてください。うちもサイベリアンのもっちゃんと一緒に生活しております。別のチャンネルで成長記録を残していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日の授業は以上となります。猫と釣りの授業が今後の猫ちゃん愛護の参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。